炎上しながら海に浮かぶ空母ミッドウェー海戦で沈んだ日本海軍の空母飛龍である。この写真を一度は見たことがある人は多いだろう。戦史の本にも必ず載るあまりに有名な一枚だ。 AI で当時の色を蘇らせてみる。だがこの写真が撮られた瞬間、この煙の下の甲板にまだ生きている男たちがいた。そのことを知る人はほとんどいない。写真をいくら拡大しても彼らの姿はほぼ確認できない。だがこの写真を撮った偵察機の搭乗員は確かに彼らを見ていた。置き去りにされた機関科の兵たちである。総員退去の命令を知らされないまま艦の底に取り残され、味方の魚雷で処分された艦から自力で這い上がってきた男たち。偵察機は帰還後こう報告している。飛龍に人影あり帽子を振っていたと。そしてここからが本当の物語である。この男たちの39名は沈みゆく艦からカッター一隻で漕み出し、太平洋を14日間漂流する。敵であるアメリカの軍艦に救助され捕虜となり、その頃日本では全員が戦死として葬儀まで済まされていた。死んだはずの男たちが日本に帰ってくるのは4年後のことである。山口多聞少将が艦と運命を共にした話はあまりに有名だ。だが同じ飛龍から生きて帰ってきた男たちがいた。軍艦の物語は沈没では終わらない。今日は当時の実際の写真を AI でカラー復元しながら飛龍の最後とその後を生きた男たちの物語をたどっていく。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。空母飛龍は昭和14年に完成した最新鋭の航空母艦である。基準排水量 17,300 トン。搭載機は常用57機。双龍とともに第二航空戦隊を組み、南雲機動部隊の中核として太平洋をかけた。最高速力34ノットは日本空母でも指折りの瞬速である。真珠湾攻撃では米戦艦軍に向けて攻撃隊を放ち、ウェーク島では苦戦する攻略部隊を空から支えた。オーストラリアのダーウィン空襲、そしてインド洋作戦。開戦からの半年、飛龍の飛行甲板から飛び立った搭載機は負けを知らなかった。この艦を率いたのが第二航空戦隊司令官山口多聞少将である。幼い頃の呼び名は名将楠木正成にちなんだ多聞丸。海軍兵学校を自責で出て、米プリンストン大学に学んだ知性と気違い多聞とあだ名されるほどの猛訓練で知られた刀将だった。厳しさの分だけ部下からの信望は厚かった。同期の宇垣まとめは宮中最も優秀の人傑と評し、源田実は英国の英雄ネルソンに匹敵するとまで言っている。時代の連合艦隊を担うと目された逸材である。艦長は各留尾大佐。航空畑を歩んだ実務家で、艦橋から夜空を眺めて俳句を読む温厚な人柄だったという。東証と俳人艦長が率いる飛龍とその乗員1500名余り。昭和17年6月、彼らはミッドウェーの海にいた。そして乗員の大半が知らないところで日本海軍の運命を変える一日が始まろうとしていた。昭和17年6月5日、日本時間の朝、ミッドウェー島攻撃の最中、米軍急降下爆撃機の奇襲により、赤城、加賀、双龍の3空母がわずかな時間で炎上した。南雲機動部隊の空母4隻のうち、無傷で残ったのは飛龍ただ1隻。実はこの朝、山口多聞は機関に一本の意見愚問を送っていた。直ちに攻撃隊を発進させるのが至当と認む。敵空母発見の直後、装備の完走を待たず、今すぐ攻撃せよという進言である。愚問は浮かれられず、その間に3空母は炎に包まれた。だから山口は
もうためらわなかった。残された飛竜から直ちに攻撃隊を発進させたのである。第一次攻撃隊は小林道夫大尉の率いる99式艦爆18機とゼロ戦6機、グラマンの迎撃と対空砲火で次々と撃ち落とされながら、生き残った機が米空母ヨークタウンに突入し、爆弾3発を命中させた。ヨークタウンは火災を起こし、一時航行不能に陥った。だが代償は大きく、艦爆13機とゼロ戦4機を喪失。小林隊長もこの攻撃から帰らなかった。続く第二次攻撃隊を率いたのは友永丈一である。友永の上機は朝の戦闘で左翼の燃料タンクを撃ち抜かれていた。片方のタンクにしか燃料を積めない。つまり帰りの燃料がないのである。部下は上機の交換を申し出たが、友永は断ったと伝えられている。そのまま97式艦砲10機の戦闘で飛び立った。攻撃隊は応急修理を終えたヨークタウンに魚雷2本を命中させ、ついに航行不能に追い込んだ。友永機はそのまま帰らなかった。3隻を失ってなお1隻で敵空母を仕留めた飛竜の奮戦は海戦史に残る孤軍の戦いである。だが多勢に無勢だった。夕刻、米軍の第3波が最後の空母に殺到する。6月5日の夕刻、飛竜に急降下爆撃機の群れが襲いかかった。命中弾4発。最初の一撃で全部エレベーターが吹き飛び、巨大な鉄板が艦橋の前に突き立った。飛行甲板は破壊され、艦は火災に包まれた。だが飛竜はまだ死んでいなかった。艦の底、機関科の持ち場では数百名の男たちが艦とタービンを守り続けていたのである。艦とは蒸気を作るボイラーのこと。機関科は軍艦の心臓を動かす男たちだ。艦室の温度は平時でも40度を超える。爆音と蒸気の中、彼らは黙々と圧力計を睨み続けた。甲板の戦況は艦の底からは見えない。ただ命じられた速力力を出し続けるだけである。爆弾は上部構造を破壊したが、機関部は無傷だった。飛竜は炎上しながらなお28ノットで走り続けた。上甲板では格納庫の火災が誘爆を呼び、消火隊が次々と炎に飲まれていった。それでも艦が走り続けられたのは艦底の男たちのおかげである。機関長の愛想国蔵、機関中佐以下、男たちは灼熱の艦底で消火と運転を続けていた。覚えておいてほしい。この時、艦の底にいた男たちがこの物語の主役である。やがて火勢は増し、艦は少しずつ力を失っていく。そして日付が変わる頃、上甲板では重大な決断が下されていた。6月5日の深夜、消火の見込みは絶たれた。23時50分、軍艦機降下。日付が変わった6日、午前0時15分、総員退去が発令された。山口多門は、生き残った乗員を飛行甲板に集めて訓示し、天皇陛下万歳を参照した。そして静かに告げた。自分は艦と運命を共にすると。幕僚たちは本意を懇願したが、山口は退けた。片身にと被っていた戦闘帽を伊藤清六専任参謀に託し、同じく退艦を拒んだ各艦長と共に艦に残った。ちなみにこの帽子は今も江田島の海上自衛隊第一術科学校、その教育参考館に残されている。伝えられる最後の場面がある。いい月だなぁ、と山口が言い、月齢は21でしょう、と核が答えた。燃える艦の上で、提督と艦長は静かに月を仰いでいたという。乗員は駆逐艦に自乗し、午前2時10分、駆逐艦巻雲が魚雷を放った。雷撃処分、沈みゆく味方の艦への最後の引導である。魚雷は命中し、機動部隊は戦場を去った。提督と艦長を乗せた飛竜は、こうして海に消えたはずだった。だが飛竜は沈まなかった。そして艦の底には、この一部始終を知らない男たちがいた。総員退去の命令は機関科に届いていなかった。理由は2つある。被弾で電源が切り替わった際、艦橋と機関室を結ぶ電話が途絶した。そして通路には
ミッドウェー占領後のために積んだ米俵が山と燃え上がり、人が通れなくなっていた。占領の準備の米が皮肉にも乗員の退路を塞いだのである。士官が決死隊を組んで連絡を試みたが、炎に阻まれて果たせなかった。艦橋は機関家は全滅したと判断した。だが実際には機関部は生きていたのである。後に生還した機関長好きの万代久夫機関少尉はこう証言している。連絡さえつけば艦はまだ動けたはずだったと。大撃処分の衝撃の後、機関家の男たちは脱出を始めた。波高から海水が入り、艦内は蒸気と熱気が充満している。明かりの消えた通路を壁伝いに手探りで這い上がる。倒れた仲間を担ぎ、ハッチをこじ開けながらの脱出だった。その数、およそ100名が脱出を試みたとされる。そしてようやく甲板に出た男たちが見たのは、地獄のような光景だった。甲板は爆撃と炎で焼けただれ、めくれ上がり、戦死した戦友たちの遺体がそこかしこに残されたままだった。消火に倒れた者、爆風になに倒された者、数百名の戦死者の多くは体幹さえ叶わなかったのである。そして生きた人影はどこにもない。海を見渡しても領艦の姿は一つもない。艦隊は自分たちを乗せたまま去っていた。生き残った男たちは戦友の遺体に囲まれて夜を明かした。飛龍は燃えながら夜の太平洋にただ一隻浮いていた。夜が明けた6月6日の朝、一機の日本軍機が飛龍を発見する。空母宝生から発進した96式艦上攻撃機である。処分したはずの飛龍がまだ浮いている。驚いた搭乗員はカメラのシャッターを切った。こうして生まれたのが冒頭で見せたあの有名な写真である。エレベーターの穴から煙を吹き上げ、なお海に浮かぶ飛龍。そして搭乗員は帰還後はっきりと報告している。飛龍に人影あり、帽子を振っていたと。甲板の男たちは味方機に向かって必死に手を振っていたのである。この写真は戦後、作家の半藤一利氏の手を経てアメリカ海軍の歴史資料館に寄贈され、今日まで伝わっている。搭乗員が目撃した人影は当初山口提督と各艦長かとも言われた。だが戦後、生還者の証言によってこの時甲板で手を振っていたのは池田光一、三等機関兵曹と岡田遺跡地三等整備兵だと判明している。写真には写らなくても名前まで残っている。あの煙の下に確かに生きた乗員がいたのである。報告を受けた艦隊は駆逐艦谷風に救助と再処分を命じた。だが谷風は米軍機の波状攻撃に阻まれ、飛龍にも男たちにもたどり着けなかった。助けは来なかったのである。そして午前6時過ぎ、飛龍は艦首から海に沈んでいった。男たちはその直前、一隻のカッターに乗り移っていた。沈没の直前、男たちは残されていたカッターを海に下ろした。カッターとはオールで漕ぐ大型の救命艇である。乗り移れたのは39名。100名近くが艦を出たとされるのに、艇に乗れたのは半分にも満たない。火災の艦から無事に下ろせたカッターが、これ一隻だけだったのである。乗れなかった者たちがどうなったのか、詳しい記録は残っていない。艇上には戦死したはずの機関長、愛想国蔵機関中佐の姿もあった。機関長は生き残った部下と共に最後の艇に移ったのである。わずかな甲板と水を積み、男たちは燃える母艦を離れた。そして海上から飛龍の最後を見届けた。自分たちの持ち場だった艦が艦首から静かに沈んでいく。半年間太平洋を無敵でかけた最新鋭空母の最後を置き去りにされた乗員たちだけが見送ったのである。男たちは西を目指して漕ぎ出した。だが日本の艦隊はすでに1000キロの彼方である。あるのは太平洋のただ中の果てのない水平線だけ。39名の漂流が始まった。漂流の日々は飢えと渇きとの戦いだった。食料は積み込んだわずかな甲板。水はスコールの雨水を集めて分け合った。昼は炎天が肌を焼き、夜は冷えが体力を奪う。負傷し、火傷を負った者から衰弱していった。漂流の間に
4名の戦友が息を引き取った。男たちは動かなくなった仲間を海に葬った。軍艦も棺もないカッターの上の水槽である。それでも隊の規律は最後まで保たれていたという。機関長以下の士官が指揮を取り、食料と水は等しく分配され続けた。艦の底で艦を守り抜いた男たちは、漂流の海の上でも持ち場を守るように耐え続けたのである。実は漂流の9日目、彼らは一度発見されていた。米軍の飛行艇カタリナが洋上のカッターを見つけていたのである。だが位置は正確に伝わらず、救助は来なかった。見つけてもらえたのに、また水平線に一人きり。その絶望の中を男たちはさらにいつかあどだ耐え抜いた。そして14日目の朝、再び上空に飛行艇が現れる。日の丸ではない。星のマークをつけたアメリカの機体だった。昭和17年6月19日、現地時間の朝、米軍の飛行艇の通報を受けた水上規模艦バラードが漂流するカッターを発見した。沈没から14日目のことである。バラードは旧式駆逐艦を改造した小さな補助艦である。この時の様子を米軍のカメラが克明に記録している。波間に浮かぶカッターと痩せ細った35名の男たち。ジェンバー氏を支えられながら登っていく姿。これらの写真は米国立公文書館に残り、今も見ることができる。男たちを14日間乗せ続けたカッターもバラードに引き上げられた。米兵たちはその艇を艦に吊り上げ、記録写真に収めている。39名の命を運んだ小さな木の艇は、こうして写真の中に残った。米側の報告書は日本海軍への驚きも書き残している。千数百名の乗員に対し、救命艇があまりに少ないと。乗員の脱出を想定しない軍艦の設計に、彼らは日本軍の人命軽視を見て取ったのである。敵とはいえ目の前の遭難者である。バラードの乗員は男たちを収容し、水と食事と治療を与えた。救助された夜、力尽きた1名が息を引き取り水葬された。生き残ったのは34名。祖国の艦隊に置き去りにされた男たちを敵の軍艦がすくい上げた。その複雑な思いを抱えたまま、男たちはミッドウェー島へ運ばれていった。上陸した男たちの姿も米軍の写真に克明に残っている。長銃を持つ海兵隊員の監視のもた、砂の上に座らされた男たち。顔を両手で覆う者、うなだれたまま動かない者。生き延びた安堵と捕虜になった衝撃。写真の中の男たちはその両方を抱えて座っている。だが生きていた。そして彼らの身分はこの日から変わった。大日本帝国海軍の軍人から捕虜にである。昭和17年6月23日、34名は輸送艦シリウスでミッドウェーを立ち、7月1日、真珠湾に到着した。待っていたのは米海軍情報部の尋問である。生きて虜の恥ずかしめを受けず、開戦の前年に視達された先人訓の一節が兵士の心を縛っていた時代だった。捕虜になることは死よりも重い恥とされ、尋問に対して男たちは多くを語らなかったと見られる。だが男たちは生きていた。尋問の後、一行はアメリカ本土へ送られ、ルイジアナ州の捕虜収容所に収容された。日本兵の捕虜には偽名を名乗る者も多かったと言われる。捕虜になったと家族に知られるくらいなら死んだことにしておいてほしい。それが先人訓の時代の兵士の心だった。機関長の愛想中佐ら9名はカリフォルニアの秘密尋問所トレイシーにも移されている。盗聴装置を仕込んだ独房で会話を記録する米軍情報部の特殊な施設である。元はハリウッドの俳優たちが凍った高級温泉ホテルだった。その建物は今もカリフォルニアの荒れ地に廃墟のまま残っている。当時、愛想中佐は米軍の手に落ちた最も階級の高い日本海軍軍人の一人だった。皮肉な話がある。日本側の戦闘手法にはこう記されていた。機関長愛想国蔵機関中佐以下最後まで努力し重要として死に赴くと、死んだと記録された機関長本人がその頃
太平洋の向こうで生きていたのである。そして同じことが34名全員の身に起きていた。日本の留守宅には戦死候補が届いていた。飛龍の沈没とともに取り残された男たちは全員名誉の戦死として処理されたのである。家々では葬儀が営まれ、仏壇には位牌が置かれた。白木の遺骨箱に収められたのは遺骨ではない。ミッドウェーの海から遺骨が帰るはずもなかったからである。母は息子の、妻は夫の、子は父の死を受け入れて戦時下の日々を生きていった。生きているという知らせは届かなかった。そもそも国民はミッドウェーの敗北自体を知らされていない。大本営発表は空母1隻喪失、1隻大破と伝えただけだった。実際は4隻全滅である。ラジオは戦果を勇ましく伝え、新聞は勝利のように報じた。生き残った乗員たちすら口止めされ、各地に分散させられた。敗北を隠す国に捕虜の生存を伝える言葉はなかったのである。男たちは二重に消された。海の上では艦隊に置き去りにされ、祖国の記録の上では死者にされた。それでも彼らは収容所の中で生きていた。終戦まで3年余り。死んだはずの男たちの帰還はそこから始まる。昭和20年8月、終戦。そして昭和21年、生存者たちは船で日本に帰ってきた。アメリカの収容所から西海岸へ、そして太平洋を渡って故国へ。上陸した男たちが窓口で名を告げても、係官の名簿の上では彼らは戦死者のままだった。書類の上の死者が窓口に立っていたのである。戦死候補からおよそ4年、位牌になっていた男たちが生きて敷居をまたいだのである。死んだはずの息子を前にした母が、夫の位牌を守っていた妻が何を思ったか。その再会の情景は想像するしかない。だが帰還は手放しの喜びだけではなかった。捕虜であったことを男たちの多くは長く語らなかった。先人君の影は戦後もなお重かったのである。機関長付けだった万代久夫は戦後海上自衛隊に進んだ。沈められた海軍のいわば込みの組織で再び海に生きたのである。そして晩年になって雑誌や取材に飛龍の最後を証言に残した。飛行甲板に上がった時、艦橋にはもう人影がなかったこと。機関部は最後まで生きていたこと。平成10年にはミッドウェーの海への慰霊の旅にも参加した。かつて自分が漂流した海に帰らなかった戦友たちへの祈りを捧げたのである。沈黙の歳月を経て男たちは少しずつ語り始めた。そしてその証言が歴史を書き換えることになる。飛龍の物語は長い間提督の物語だった。官と運命を共にした山口多聞と賀来留夫。その最後は武人の鏡として語り継がれ、飛龍の名は二人と共に記憶されてきた。だが生還者たちの証言はもう一つの飛龍を明らかにした。機関部は最後まで健在で、連絡さえつけば艦はまだ動けたかもしれないこと。総員退去が艦の底に届いていなかったこと。そして来撃処分の後も飛龍が朝まで浮いていたこと。私たちが今日飛龍の最後を正確に知ることができるのは、生きて帰った男たちが語り残してくれたからである。作家の沢地久恵は、この海戦の日米の戦死者3418名を一人一人名前から調べ上げて一冊の記録に残した。その仕事を支えたのもまた生還者と遺族の証言だった。歴史は生き残った者の記憶によって書かれるのである。艦と共に沈んだ提督も艦から生きて帰った帰還兵もどちらも同じ飛龍の乗員だった。死んだ者の名誉と生き抜いた者の証言、その両方があって初めて軍艦の物語は完結する。軍艦の物語は沈没では終わらないのである。ミッドウェーに沈んだ空母飛龍とその乗員たちの物語をたどってきた。親戚が炎上する中、ただ一隻で反撃に転じた刀匠山口多聞。
片道4分の燃料で飛び立った友永丈一。艦と運命を共にした提督と艦長。そして艦の底に取り残された機関家の男たち。カッター一隻で漕ぎ出した39名のうち、祖国の土を再び踏めたのは34名だった。飛龍で戦死した乗員はおよそ400名。あの有名な炎上する飛龍の写真をもう一度見てほしい。この煙の下の甲板に死者にされながら生き抜いた男たちがいた。そう知ってから見るこの一枚はもう同じ写真ではないはずだ。そして彼らの証言がなければ、私たちは飛龍の本当の最後を知ることができなかった。生きて帰ることもまた戦いだった。佐世保の海軍墓地には飛龍の慰霊碑が立ち、今も戦死者たちの名を伝えている。艦と共に眠る人々と生きて語り残した人々、そのどちらにも静かに頭を垂れたい。ミッドウェー海戦の全体を描いた動画や山口多門の生涯を描いた動画も当チャンネルにあるので、合わせて見てほしい。ご家族に海軍や捕虜経験者の記憶があれば、ぜひコメントで聞かせてほしい。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。